ご視聴ありがとうございます。今回は、東京メトロ千代田線、北千住駅で実施されている朝ラッシュ限定の取り扱いをご紹介します。通勤通学客で混雑する時間帯、遅延を防ぐために行われる取り扱いの内容と、それを支える人々の奮闘を、現地の映像とともにお届けします。ところ変わって、北千住駅の一つ手前、綾瀬駅です。今回の主役ではありませんが、この綾瀬駅と、北千住駅までの車窓にも大事な要素がありますので、しばしお付き合いください。この駅は、JR 常磐線各駅停車との境界駅であり、同時に、通常北綾瀬支線と呼ばれる区間と接続する駅でもあります。朝ラッシュ時は、常磐線からの直通列車に加え、当駅始発、そして北綾瀬始発の列車が加わります。常磐線からの列車は非常に混雑するため、それらを避ける人の姿も見られます。時刻は7時8分です。北綾瀬始発の電車に乗って、北千住駅に向かいましょう。常磐線各駅停車には駅が設置されているものの、隣を走る快速線には駅がないのが特徴です。綾瀬駅を発車した電車は、荒川を橋梁で渡ります。隣には、常磐快速線、つくばエクスプレス、東武スカイツリーラインの橋梁が並びます。千代田線は、橋梁を渡り切るとすぐに地下に入ります。こちらが、今回ご紹介する、北千住駅です。この駅には、先ほどの車窓に映っていた路線が全て乗り入れており、ここから先の経由地がそれぞれ異なるため、終日、相互に乗り換える人の動きがあります。他の路線は、全て地上または高架駅となっており、それぞれが集まった改札口も設置されています。一方、千代田線のホームだけは地下に設置されており、他の路線とは連絡通路でのみ繋がっているため、ラッシュ時間帯は特に混雑します。中でも、乗り換え客の多い、東武線、日比谷線とをつなぐ通路が、千代田線ホームの両端にあることから、10両編成のうち、前の3両と、後ろの2両が、特に混雑する車両となっています。そして、ホームの柱には、このようなお知らせが掲示されています。発車時刻になった場合は、列車の扉を閉めさせていただきます。当たり前のように思える内容ですが、これこそが、朝ラッシュに北千住駅で行われる、特殊取り扱いを示しています。この文章の意味するところを、これから実際の様子と合わせて解説していきます。まずは、この取り扱いが始まる前の発着風景です。ホーム上の表示器は、こちらの2種類です。左側が、駅員の立ち会い状況を示すものです。この表示は、駅員による補助がないことを示しており、車掌が目視とモニターで安全確認を行い、扉扱いを行います。右側が、ホームドアの状態を示すものです。列車が所定の位置に停止すると、D のマークが点灯します。車掌が車両側のドアを開けると、連動してホームドアが開き、左側の丸が消灯します。発車時は、車掌が車両側のドアを閉めるのと同時に、連動してホームドアが閉まり、左側の丸が点灯します。列車が発車し、ホームドアの開口部から扉が外れると、D のマークが消灯します。これが、一連の流れです。多くの駅で見られる、標準的な動作ですね。特殊取り扱いが始まる1本前の列車が到着するタイミングで、ホームに整理員が登場しました。北千住駅が特に混雑するのは、7時10分頃からとされています。この列車の頃には、すでに相当な混雑にも見えますが、特殊取り扱いは、その混雑が一層激しくなったタイミングで開始されます。この動画ではぼかしを入れているのでわかりませんが、ホームには、すでに駅員や整理員が何人も待機しています。列車が発車すると、ホームの最後尾の駅員が、特殊取り扱い中である旨の注意書きを、ホームドアの外側に掲示しました。列車がホームを抜けきらないうちに、次の列車のアナウンスが聞こえます。7時34分発、各駅停車、成城学園前行きが到着です。この列車が、特殊取り扱い1本目の列車です。先ほどと同じように、ホーム上の表示器の動作と交えて、取り扱い内容を確認します。回避時は、車両側のドアとホームドアの動きは連動しており、通常と同じです。通常と異なるのは、発車時の動きです。まず、発車ブザーは、車掌ではなくホームの駅員が取り扱います。発車ブザーが鳴り終わると、乗降が終了していなくても、車掌は車両側のドアを閉めます。
車両に乗れていない人は、駅員や整理員によって車両から引き離される場合もあります。駅員が発車合図を出し、ホーム中央の駅員が前後の確認を行ってから、ホームドアを閉閉します。車掌が問答無用でドアを閉め、それと同時に、駅員や整理員が乗客が挟まるのを防ぐように動くことで、遅延を防止しています。この取り扱いは、7時34分発から8時54分発まで、合計36本、1時間20分にわたって行われます。列車が発車した後は、駅員と整理員が前方から順に安全確認を行います。7号車付近の様子がこちらです。画面奥の駅員が前方と後方の安全確認を行い、手前の駅員がホームドアの操作を行います。他にも、駅員や整理員が、おおむね1両に1人以上の間隔で配置されています。再び、10号車付近の様子を見てみましょう。この混雑の理由が、先ほどご紹介した、東武線、日比谷線との連絡通路です。もちろん、千代田線からの乗り換え客もいるため、連絡通路には、このような掲示が掲げられています。発車時の様子です。最後尾にいた人は、乗り切れずに諦めました。このように、自分から諦める人もいれば、なかなか諦めない人、荷物が挟まってしまう人もいます。そして、ホームの係員の仕事は、乗車整理だけではありません。この駅のすぐ手前から終点の代々木上原付近まで、時間区間が続くため、車体側面の窓開けも行われます。2番線に到着の電車は当駅止まりです。時刻は8時になります。この駅が最も混雑するタイミングで、構内にはとあるアナウンスが流れます。先ほど綾瀬駅をご紹介した時に触れた通り、ラッシュ時には綾瀬始発の列車が何本かあり、そちらを案内するアナウンスです。綾瀬始発の列車が到着するときは、このように、一本見送った乗客に感謝する放送が流れます。特殊取扱いの対象列車のうち、綾瀬始発は5本しかありません。前後の列車に比べると、混雑はかなり緩やかです。時刻は8時53分です。この日の特殊取扱いで最後の列車となる8時54分発、各駅停車、代々木上原行きが入線です。特殊取扱いは解除されるものの、時差出勤をしている人も多いためか、まだまだ混雑している印象です。ただ、乗降自体は意外とスムーズに終わり、飛ばさみなどもないようでした。ホームドアの閉鎖が完了した段階で、最後尾に掲げられていた注意書きが片付けられました。最後の安全確認を行い、整理員が帽子を脱いでお辞儀します。これが朝ラッシュのダイヤを守るための仕組みと、その仕組みを最前線で支える人たちの姿です。ご視聴ありがとうございました。